まあ面白くなったねって言ってもらいたいんですが、忖度なくいただければ。で、アルティメットアビリティ、アルティメットアビリティ、はい、出せるようになります。マジっすか。予想当たったでしょ。でも欲しいよね。まあ最新のバージョンで、まあせっかくなんでオフライン対戦会でもできればなと。サンダー押し返せ。さあサンダー。怖い。皆さんこんにちは。株式会社サイゲームスグランブルーファンタジーシリーズディレクターの福原哲也です。今回はバトル調整報告会ということで、7月に実施したベータテストでさまざまなフィードバックをいただいたことを受け、バトルシステムの大幅な変更調整を行いました。それをですね、11月に予定しております第2回ベータテストに先駆けて変更点をご紹介できればというものになっております。よろしくお願いします。それでですね、今回、できればプレイヤーの方に直接ご感想いただければと思い、著名な GBVS プレイヤーの方をお招きしております。それでは中尾さんから自己紹介の方よろしくお願いします。普段はグランブルーファンタジー VS の実況解説をやらせていただいております中尾です。よろしくお願いします。この中では唯一のグラブル VS 現役プレイヤーデバガメです。今日はね、本当しっかりチェックしていこうと思いますのでよろしくお願いします。バーニンコア所属プロゲーマーのKazunokoです。よろしくお願いします。はい、この中では唯一の声優グランブルーファンタジーでイカロスを演じております市木光弘です。よろしくお願いします。ランスロット大好きプレイヤーのスコアです。楽しませていただこうかなと思います。よろしくお願いします。本日は皆さんよろしくお願いします。はい、大きく分けて2部ありまして、前半がバトル調整内容の紹介です。今回メインですね。僕がひたすら変更点紹介しながら、こんな感じだよと実機プレイでお見せしていきますので、反応いただけると助かります。で後半はこれだけ著名なプレイヤーに集まっていただきたいので、最新のバージョンで、せっかくなんでオフライン対戦会でもできればなと思って。3-4ってことは人数的にも福原さんが入るってことですね。そうですね。そういうことです。福原さんの実力が見れるわけですね。じゃあそれでは早速行ってみましょう。どうなるんだこれ。どうなんだろう。怖いな。基本的に今回ご紹介する内容が、第2回ベータの仕様になると思っていただければと思います。一応あれですね、事前にちゃんもう好き勝手反応してくださいって我々好き勝手言われてるんで、生の声を我々お届け。僕からは何も言ってないんで我々は忖度なくいただけるという。素晴らしいゲームですけどね。それしか言わない。どうなってるんですかね。まずですね、前回のベータでいただいたフィードバックの内容を振り返らせてください。投げと、レイジングストライク周り、あと紐づいて扇ゲージ消費技もろもろが、分かりづらいとか違和感あるとか、おもんないよとかさまざまな角度からいただきました。GBVS プレイヤーのその期待に応えられていないっていうところを一番反省しつつ、我々としては当然さらに多くの新規の方にもう面白いと思っていただけるゲームにしたいので、ちょっとこのままじゃダメだよねっていうところで、いろいろ調整であるとか仕様の変更だとかを検討し、今日このような会開かせていただきましたので、面白くなったねって言ってもらいたいんですが、忖度なく皆さん食べますよ。皆さんいや大丈夫でしょう。じゃあまず一つ一つ順番にいってみましょう。アビリティプラスからですね。今日は前回のベータで、そのアビリティプラス使うとゲージペナルティってのがあったんですが、一時的にたまりづらくなるみたいな、それがなくなりましたと。素晴らしい。
ので、生の声がまあ、前作と同じ感じでガンガン使用してってもらえるかなと。あ、本当だ。はい、増えている。まあ、前作と同じ感じですね。なるほど。扇ゲージ関連いろいろ調整してまして、はい。まあ、分かりやすいところだと前歩きでかなり増えるとか。本当だ。トレモだからとこの速度じゃなくて、なので、まあ、ペナルティなくなりはしたんですけど、まあ、その上でゲージも増えやすくっていう部分は。前歩きやばいな。前歩きすごいな。次が、アルティメットアビリティ、アルティメットアビリティ。はい、すんだこれ。どうなるの？まず、ゲージ 50% 消費っていう部分は変更ありません。ゼロでで前回結構どれにもコンボリミットっていうのが入ってたんですね、追撃できなくなるっていう、それがまあ大体なくなりました。大追撃。ダウンじゃないんだ。でけえ。ハードダウンも取れます。はい、あ、そうなんだ。もう一つあって、キャンセルで出せるようになります。キャンセル出る。ほら出たじゃん。ほら。マジっすか。予想当たったでしょ。でも欲しいよね。いやもう本当にコンボしたかったから。もう欲しいっすよそれ。じゃあ自分の勝ちですね。予想してたんですよ。予想してたんですよ。勝負してた。いやマジか。マジか。使い道増えるのはいいっすね。そうですね。なのでまあいろいろこうできるようになってます。いいじゃないですか。面白そう。センスも面白そうだね。せっかくなんでバザラがなんかあ、でもゲージは見せてくれないですね。なるほどね。はいで。マジで面白そう。で、まあ、ただしキャンセルの場合、その以降のコンボに補正が入りますとダメージ。なるほど。大きく減りすぎないよっていう。性能がまあ軒並み高いので、まあ、ダメージはちょっと下がります。タッチ回りで使うとダメージ効率はまあいいんですけど、まあ、攻め切りたい時とかダウン取りたい時とか、まあ、あととりあえずコンボつないで気持ちよくなりたいみたいな時は、まあ、キャンセルでガンガン使ってってもらうといいのかなと思います。まあね、コンボをするの楽しいですからね。まあ、アイコンがこうなくても打てるようになります。なるほど。そうなの。ただその場合ダメージが半減します。いやでも増えるのはやっぱめちゃくちゃ増えますね。押し込む。まあ、実際で使うかといったらそうではないものもあると思うんですけど、まあ結構アドリブの余地が増えてるかなっていうところですね。最適化されたらどうなるかわからないですけどね。研究の余地はね、調べるものが増えますから。なんかもう見てるだけでも爽快感もすごくないですか。そうですね。で次が、はい、ダッシュ攻撃ですね。気になってたやつ。これがまあベータ1でも結構使いようはあったかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとマニアックで分かりづらい部分はあったかなと思い、まあ、役割がより明確になりました。でまずダッシュジャックなんですけど、まあ、前進距離がこう伸びてます。早っ。比べないじゃないですか。長っ。まあ、この速さで寄れますと、まあ、ガードされて有利なので、この距離で有利。なるほどね。青だ。プラ2。プラ 2？ なるほど。お、この距離で有利。プラスすごい。っていうかあの位置から当たるんだ。ですから持続が当たるとプラス3なんだ。まあ、接近手段としてかなり優秀なコードになってるかなと思います。でキャラによってはまあ、密着気味でやってるとそこから近距離中につなげられることも。つながるんですか。キャラによっては。めっちゃ強い。めっちゃ強い。めっちゃ強いぞ。マジか。で次がダッシュ中ですね。でこれはまあ大きな変更はありません。まあ、性能は細かく変わってたりはするんですけど、でキャラによってその下段中段ありましたね。があるんですけど、まあ、それはいろんな兼ね合いとか、
個性と思ってもらえればなと思います。グランとか大体のキャラはリーチ長めの下段ですね。でバザラガは一応後であるから、どうしても待てないですから。バザラガはリーチと発生が結構優れてるんですけど、ガードされるとリスクはでかい。リーチありますよね。リーチめっちゃ長いです。リーチ結構浴びせ蹴り。ソリッツだとちょっと発生が遅いけど反撃は受けないみたいな。中段。なるほど。これ中段ですか？これ中段。中段か。でダッシュ強ですね。これは全体的にその当てた時のリターンが分かりやすく大きくなってますっていうところですね。そうなんだ。こういうのがソリッツとかグランはその場で追撃が可能ですね。尻持ちやられになるんで。しかも減ってんな。当てた時の挙動がやっぱりキャラごとにちょっとずつ違うんですけど、ランスの場合はその場で。拾えそう。尻持ちじゃん。気持ちいい。俺はもう見てるだけで気持ちいい。スパさんはかどりそうですね。いいっすね。あと誰も知らないアニラ。アニラついに。長い。その代わりに長いけど追撃はできる。ダッシュ強じゃないですか。ダッシュ強。追撃で画面端だと追撃できるってやつですか。それでもない。端でカウンターだと。端カウンター限定。簡単しそうじゃないですかこれ。なるほどね、押し込むんだこれが。そうだな。カウンター確認。で端だとカウンターできますみたいなキャラも結構います。はい。今のところその紹介された新システム周りがかなり強力そうに見えるんで、そうですね。派手な戦いになりそうですね。次が投げ。投げた。いや、てかこれです。これがメインです。一番声でかくなった。みんな言ってますからね。本質みたいな。相当声でかくなりましたね。投げ相当多かったですね、意見が。そうですよね。誰でも抜けられるぐらい。なんだ格闘ゲームに触れてれば触れてるほど衝撃を受けたシーンではあるかもしれないですね。投げですが、投げ抜けの猶予を短くしました。はい。おお早い。どんぐらい？どんぐらいだった？見てわかる。見てわかる。見てわかる抜けが。前作より早い感じですか？同じぐらい。同じくらい。前作って見てから抜ける人いたんですけど、最終的にはそうですよね。投げ抜けがちょっと変わってまして、遅抜け。遅め投げ抜けが攻撃ボタン弱中強どれかでできる。おお、なるほど。ワンボタンでできる。それはでか。ワンボタン抜けた。投げボタンじゃなくて抜けれるってことですね。弱中強どれでもいいって言いましたね。どういうことですか？だから噛み合ったらじゃあ投げ抜けを今まで投げボタンで抜けてたじゃないですか。じゃなくて投げが来て攻撃ボタンを押せば抜けれるってことです。ニュートラルでも。それたまたま抜けるっていうのも全然じゃあ起こる。怒りそうっすね。怒るじゃないですか。怒る。リアスクはあると思います。あとはいわゆる投げ釣りで後ろを歩いた時とかに投げ抜けしようとしたら普通に攻撃が出てくれるってことじゃないですか。そういうことそうですよね。なんかバランスが面白いですね。どうなんだろう。でちゃんと投げ入力すると早抜けというか投げ抜けです。早い投げ抜けです。なるほど。なるほど。じゃあもう攻撃ボタンで抜けると早め投げ抜きがないってことですね。そうですね。なるほど。なるほど。ちなみに遅抜けだった場合もう一回走ってきますか？そこがですね。はい。そこがそこが今から紹介するところかもしかして。投げた側がちょっと有利で、前作よりちょっと距離が近いんですね。例えばなんか牽制技とかで攻めを。なるほどなるほど。今でも投げた方が有利。なるほど。ダッシュ攻撃。なるほど、そこでね。とかいけますし、相手がガードしてたら近づいて別の技なのか投げなのか
っていう読み合いになるのかなっていうところではありますね。なるほど。ダッシュ弱割れないんだったら結構攻め継続しそうですよね。そうですね。その投げダッシュ弱投げとかそうですよね。っていう流れにはなります。ちなみに投げ抜けでちゃんと投げ抜けした場合はどのフレームで抜けても早抜けですか？俺も気になりました。どのタイミングでもちゃんと入力する。なるほどね。じゃあ投げ結局は最終的にはその投げだけを抜けるのであれば投げボタンが大事って話になってるのは変わらないと思います。そうですね。なるほど。おもろ。次がレイジングストライクですね。来ましたね。まずガードしてる相手をガードクラッシュさせて BP を減らすっていう仕様は変更ありません。はい。で使用条件が変わってですね、使用条件。 25% ではなく使うのか。 25% ではなく BP を使うのか。使う側もBP をなるほどね。なるほど。これでも結構言われてましたよね。そうですね。扇ゲージ使えません。なるほど。使わないんだ。 BP ゲージを使ってやる。そうです。扇ゲージを使う。で多分これ相当リスクでかいな。都合3回しか打てないんですよね。はいはいはい。ほら確かにリスク高いなこれ。片桐さん光ってます顔。なくなると光るってことですか、顔。これはちょっと後で。じゃああるんだ。前回7月のベータよりだいぶ遅くなりました。確かに。なるほど。ためがあるんですか。これはでもギリ反応できそうですね。確かにこのエフェクトのこれどういうこと？避けるとかわした時用の演出がこれは我々向けってことですよね。から避けて中尾さんに盛り上げてほしいところです。すごいプレッシャーきたね前作のオーバーヘッドアタックよりもうちょっとだけ遅いぐらいなので、じゃあかなりだいぶそうですね、反応で避けられるように、本当に上級者に行き着くまでにもちゃんと対策したら避けれるようになるっていうことですね。そうですね。なるほどな。で視認しやすいようその発動時のエフェクトも結構でかくしてますし、まだ前リーチは短かったんですけど今回はちょっと広げてます。長いんだ。長くなっていく。結構長いですね。でガードクラッシュ以外にも用途は増えてまして、その使う時のリスクは増えてるんで、その分、用途は増えてます。でガードクラッシュしなくて通常で当てた場合ですね、こう中央とかで尻持ちダウンになるんだ。コンボにもう当たった時はこうなるよ。なるほどな。で扇ゲージも使わないんで、距離によっては扇に行ける。なるほど。確かに扇に行けるわけだ。なるほど。あとこれがちょっと重要なんですが、通常ヒット中にキャンセルでも出せて、通常ヒット中の場合は連続でこうつながります。そうですね。これは前から浮き上がる系ですね。画面端とかだとここからコンボをさらに伸ばしてみたいな。でも補正は結構。そうか。50%使わないんだ。そうっす。そうか。上の今後で使うのはつい。倒せるときは使った方がいいですよね。そういうことですよね。ガード中の場合は連続にならないんで、潰されたり倒されたり避けられたりする。なるほど。めっちゃ変わるな。とはいえ結構いきなり出すと当たったりはするんで、そこも読み合いになるのかなとは思ってます。コンボ判断めちゃくちゃ大事になりそうですね。確かにいろんなアドリブコンが自由度めっちゃ上がりましたね。あとキャンセルで出した時端とかだと結構高めに打ち上げるんで、そこからキャンセルなしのアルティメットアビリティ入れやすくなったりする。なるほど。そうか、補正がかからないんだ。はあ、盛りだくさんだな。で BP がですねかなり重要な要素になっていて、
そちら紹介した後だとまた印象変わると思うんですけど、だからさっき赤く光ってるやつってことですよね。後ほど、はい、絶対良くないこと。まあいいことではない。絶対良くないこと。まあ、赤はあんま良くないことですよね。次ブレイブカウンターです、これもBP1 だけで使えるようになります。ああ、そういうことか。ゲージなくならないってことですね。あと入力ですね。入力は前が3ボタンだったんですけど、2ボタンになりました。どのボタン？レイジングストライクと同じ MH、オーバーヘッドボタン。これ言ってましたね。そうですね。3ボタンがむずいってみんな結構言ってた。確かにで挙動もちょっと変わっていて、カウンター入ると強制ダウン。馴染みあるな、なんかこれ馴染みある。ブレイブカウンター使った側がゲージ以外は有利になってるってことですね、状況は。カウンターするとそういうことじゃないですか。でレイジングストライクに対しては、これなんか主に演出ですけど、レイジングストライクモーションで返すっていう、これは仕切り直しですね。いいな。レイジングストライクで割れたやつがもうそもそもなんかかっこよくなってる気がする。そうですね。パリーン。ちょっとブラッシュアップされて、もうこれで一気に2個減るわけですね。でもそうですので食らって1個減って、そういうこと？そうか。食らったらなるほど。こう食らったら言っちゃった。通常でやった場合は相手は減らない。単発で当てた時だけ。だから演出が来たら相手の BP 奪いますよ。当てるメリットはめちゃくちゃでかいですよね。確かに。そうですね。ただ遅いから避けられる可能性があるよ。まあデメリットも結構。なるほどな。デメリット。でも相変わらず削れるっていうのは相当強い要素になりますよね。で次がブレイブリーポイント。これがめちゃくちゃ重要でですね。赤く光ってましたもんね。1個の段階で赤く光ってましたね。1個ですからね。ただの注意なのか、それとも。これ最初にスライドなんですが、BP 減ると被ダメージ量が増えます。これやばいっすね。50%は。なるほど。これ BP2 だとやばいな。BP2 までは変わらず、残り1だと1.2倍、警告なんだ。0だと1.5倍。1.5 倍すごいですね。レイジングストライクによるガードクラッシュに加え、奥義解放奥義の近距離。もう読んじゃいます。これごめんなさい、読んじゃいました。早まりました、すみません。だからアルティメットアビリティに回してもいいし、100% 貯めて奥義のリターンがね。奥義のリターンがめちゃくちゃ高いから。めっちゃ使いやすくなってるから、そういうことですね。奥義ガンガン当てたら。のでいきなりブレイブカウンター3回やったらもう終わりです。終わりですよね。近距離ヒット時ってことはコンボ中です。ロックした時、ロックした瞬間に BP が1個減る。1個減るってことですね。じゃあロックだけですか。そのタイミング近距離ヒットだから。なるほどなるほど。でこれによってレイジングストライクどこで使うかとか、ガードクラッシュを狙うのか、コンボ伸ばすためにレイジングストライク使うのかとか。なるほど。使い方これ。むずいな。これ深いですね。これタイミングが深い。で赤いともやばいです。もう赤いとやばいんですね。見てる側めちゃくちゃ盛り上がる。今の時点でもうやばいみたいな気しますもんね。これ体力マックスでも上なかったら即逆転されたりとかね。これ喋る側からしたら足りるかっていう状態相当ありますよ。足りるかみたいな。足りるかとか言って。そもそも奥義と解放奥義の火力ってすげえ上がったんですよ。そうですね。ライジングになって、それでこの仕様だともうとんでもないことになる。のでブレイブカウンターどの状況で使うかとか、考えることが単純に多くなるので、プレイヤーによって結構戦略に個性が出る部分なんじゃないかなとは思ってます。めちゃくちゃいいですねこれ。3だとこれぐらい。こんぐらい、アイコン2個分ぐらいのが、0だとやばいな。なるほど。やばいっすね。やばいな。
50% ってやばいな。あ、投げがすごい。投げも減るんか。投げえぐいぐらい。めっちゃ気持ちいいヘリしいや、ますね。奥義見てこれどんだけ変だこれ。多分半分余裕で変じゃないですか。奥義ちょっとこの後に説明するんですけど、はいレイジングストライクがその相手の、通常当ててもガードされててもリターンがある強力なコードなので、はい打つ側もそれなりにリスクを負うようになってます。で対してブレイブカウンターも、奥義ゲージ使わないからといって、適当に連発できるわけではないんで、攻守それぞれの奥深さっていう部分は増してるんじゃないかなとは思います。で BP1 以下になるとその被ダメージ増加っていうリスクを追い続けることになるんで、基本的にそうならないように立ち回るのが、重要にはなりますし、逆にその BP 支払ってでも構成維持するとか切り返すなどの判断することもあるのかなと思います。はい、次は奥義開放義ですね。なんかあるんだ。奥義ゲージ100使うのは変わりません。で一番でかい変更点としてはその、さっきも言ったんですけど、近距離ヒット時に相手の BP を減らすようにすると、やっぱ想定で減る。それで減りますよ。とかエフェクトやっぱいいな。で奥義だと1で開放奥義だと2減ります。開放義の段階で必ず防御デバフが入るってことですよね。相手そうですね、必ず2以下にするんで、なるほど。 2のやつになるとゼロに。でもそんなともしやすいってことですね。初段でダメージはちょっとさすがに調整してるんで、前回のまま 1.5 倍だって本当に即死技になったんでなので相手の BP 状況によってはそうですね、ダメージかなり伸びるので、リーサルのチャンスにもなりやすいかなと思います。ダメージ計算大変です。そうですね。しかも奥義であれか減らした場合は自分は減らないでおけるから。でもう一つあって、もう一つはまさか奥義を発動すると発動者の BP が1回復。なるほど。これってタイプあるの面白い。これって自己強化奥義はどうなの？確かに、雑にこれはフェリとか。フェリシスいろいろ言いますけど、増えるんじゃない？でこれただダメージ技だけで神調整。神調整。よかった。なるほど。よかった。この前のベータの時より奥義開放奥義を狙うべきだし、戦略がやっぱ増えます。増えますよね相当。どこにゲージ回すかっていうのは、選択肢がすごい増えまめちゃくちゃ自由度上がってますね。奥義ゲージとブレイブリーポイントが前のテストだとほぼ連動して減ったりしてたんですけど、今回別々になったので、BP 周りのメリットっていう要素がかなり強いので、積極的に狙いたい技には基本的にはなってるかなと思います。でアルティメットアビリティと奥義どっちにゲージ使うのかとか、状況や戦略に応じて判断するところがシンプルでもありつつ、面白くなったかなとは思ってます。プレイヤー力が試されますね。それぐらいゲージの使い方のでその始めたばかりでもちゃんと使いながら遊べるし、よりね凝ってきたらやり込みがいかなりありますよ。コンボパーツが多分かつてないほど変わるんじゃないですか、状況に応じて。ちょっとこれも勘違いしないでほしいなとは思うんですけど、BP を減らすゲームではないですっていう重要な要素であるんですけど、BP を減らすゲームではなくて、あくまでアクセントだと思っていただきたいと思ってます。前作のプレイ感にプラスして、奥深い駆け引きができる要素として、BP っていうものが加わってると思ってもらえるといいなと思ってます。ので最初はあんまり BP のことを考えずにですね、アルティメットアビリティバーン奥義ドカーンを狙いに行くだけで十分楽しめるかなと思いますし、上級者同士の戦いになるとその BP いつ支払うかとかの
駆け引きがまあ一つ見どころにもなってくるんじゃないかなとまあ考えてます。大差ついてて明らかに不利な状況だったとしてもその BP 量で相手を上回ってるとそこから結構巻き返す手段とか、まあ、道筋作りやすかったりもするんで、まあ、そこもやっぱり上級者同士の戦いだと面白いポイントになってくるんじゃないかなと思ってます。なるほどな。で次がレイジングチェイン。はい。ここでレジンチェン25使うのはそのままでただゲージペナルティがついてます。ゲージペナルティ仰ぎゲージペナルティですね。なるほど。これはめちゃくちゃ減らないんだな。その7月はちょっとなんかレイジングチェーンからそのまま 50% 回収できてたりして、はいはいはい。ちょっとさすがにって部分あったんで。なるほど。でレイジングストライク当てること自体が結構難しくなってるんで、まあ、チェインまで通せたら逆に偉いぐらいの感じにはなってるかなと。確かなるほど。でやっぱりその BP 低くなってくるとそのガード割ってそのままコンボいけたりするのがすごい強い行動にもなってくるんで、に。そうか。はいまあ、基本当てれば強いのは変わらないんですけどで BP1 だとそのレイジングストライクガードされてもブレイブカウンターできないのでそこでチェインに受けたりとか、ので序盤でその体力差少しでも開くためになんかチェインとりあえず使っとくのか、まあ、BP 減ってきたところで逆転狙いに行くのかとか、まあ、ここも使いどころが個性が出るところかなとは思ってますね。はいはい。次がテクニカル入力についてです。これもデバガメさん、もしかしたら俺の勝ちかもしれない。何の勝負してるこれをさっき予想してたの。これもさっき予想してたんですよ。テクニカル入力時にアビリティや奥義のダメージが 10% 増加します。ただし、はい、キャンセルなしで出した時だけです。のでなるほど。コンボは要はコンボ中に使うアビリティコンボ中のパーツで使うアビリティとかは、まあ、どちらで入力してもダメージは変わらないよっていうところですね。クイック入力に。なるほどな。テクニカルにメリットはね。グッド表示。グッド表示も復活ですね。グッドも復活します。我々もよく大会で今グッドって出てましたよこうやって。そうそうそう。喋ってましたね。テクニカルしたかどうか。じゃあこの勝負も中尾が勝ちということ。すいません。僕は間違ってましいや復活するんだ。でテクニカルとそのクイック入力の性能差について7月に意図を結構長文で出してる手前、ちょっと慎重に伝えたいんですけど、まあ、基本的にその性能差っていうものは設けてないつもりです。前作だとその攻撃強度とかクールダウンの時間とか、まあ、有利フレームがとかなんかいろいろあったんですけど、まあ、あくまでそのキャンセルなしでテクニカル出した時はダメージがちょっとだけ伸びますと。まあこれそのクイック入力と比較して、まあ、テクニカル入力で技を出すこと自体その事実として発生が遅いと思うんですよね。ワンボタン以上の入力を行ってるんでその分だけまあ数フレーム遅れるっていう、まあ、実質的な性能差が存在していると考えたので、まあ、そこを埋めるもんだと思ってもらいたいなと。なるほど。でコンボ中であれば発生の遅さとか関係ないのでここは入力方法に関わらず、まあ、メリットはつかないっていう形です。で性能差設けてほしいっていう人もまあすごいいるのは重々承知なんですけどワンボタンで無敵技出せたりするのでそこでまあ超反応的に無敵技出されるのが、まあ、やっぱり納得いかないみたいな、まあ、出すのが実際早いんでっていう部分はまあ依然としてまあこのダメージが伸びたとしても残りはするんですけど、まあメリットとデメリットとその相対的なものなので今のはまあテクニカルじゃなかったからダメージ低く済んだかって納得してもらえる材料になるのかなとは思ってます。ダメージ高いことメリットとしてダメージを高いにしてるんですけど、見方によってはクイックだとダメージ低いんじゃんっては捉えられはするので。で逆にその立ち回りで鋭い反応でテクニカル対空出してたら、
まあ尊敬ポイントというか、確かに大会などでのその盛り上がるポイントにもなるかなとは思いますので、ここはこのような仕様で活かしてください。すいません、よろしくお願いします。で、まとめですね。はい。今いろいろ紹介させていただいた要素いろいろ絡めつつ、我々としてはこのようなコンセプトであると理解していただいた上で、プレイしてもらえると、より楽しいゲームになるんではないかなと思ってるんで、ちょっとまとめとしてお伝えさせてください。はい。情報量が多すぎてでもまさかね、我々的にはこんなに変わると思ってなかったんで。すごいいややばいっすね、変わり方。以上なんですが、はいちょっとこの後ですね、トレモの時間をご用意してトレモの時間が嬉しい。ゲーマー好きな触っていただきつつ、その後に 3on3 3やれればなと。これこれだけ変わってますってのがちょっと見てる方に伝わるといいなとは思ってますんで、よろしくお願いします。お願いします。いやマジで違う。めっちゃ多くない？でこう、おおすごいすごいすごい。なるほど。これは面白いぞ。いや今もうおいこれすごい。おいこれ。バウンドすんのやば。バウンドすんの面白い。はい、それでは、ここからは福原さんに代わりまして私中尾が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ先ほど修正箇所だったりと報告会行われましたが、皆さんいかがでしたか？変更点が本当にたくさんありすぎて、感動しかなかったんですけど、新鮮味がすごすぎて。来るまではね我々めちゃくちゃ緊張してましたけど、そうですね。いざ始まるとただのユーザーでした。ここまで変わってるのかと。ね思いましたね。さあそしてですね、ここから行う企画はグランブルーファンタジー VS ライジング 3on3 バトルとなります。ここで改めてルール説明の方をさせていただきます。今回は2チームに分かれて 3on3 で戦います。計3試合行い勝ち星が多いチームが勝利となります。試合のルールはですね、2ラウンド選手の2先、いわゆる2先となります。そして今回のチーム分けはこちらということで、これ映ってるんですかね皆さん。はい、この席順となっております。席順、はい席の割り振りとなってます。対戦カードここで改めて決めていきたいんですが、こっちはもうちょっと決めてます。もうこの順番でいこうっていうのは。いきなり強い人来ないですよね。大将はね、大将は大将。じゃあ教科書通りなんで。いいですかいいですか。お決まり。はい。じゃあ、決まったということで我々のチームは福原さんにいただきます。はい。そしてKazunokoさん、スコアさん、市木さんチームは先方ははい、市木さん。ここはかなり演者対決。そうですね。開発演者対決ということで、ではですね1試合目は、福原さん、市木さんとなりましたので、早速ではございますが試合の準備の方お願いします。やってまいりましょう。グランブルーファンタジー VS ライジング 3on3 バトル第1試合スタートとなります。皆さん盛り上がっていきましょう。中尾さん T シャツ変わってないですか？チーム感をねもう画面には映ってませんがチーム感を整えるためにエボ T で。エボティで。はいありがとうございます。やばい、自分だけ来てない。そういいですね。気になって。ここね会話検出あんま喋ると怒られるんで。交えようか。オッケー。お互いのウエスト守るためにも先にちゃんと動いとこうか。もちろん全力で。さあ 1P 側福原さん 2P 側ゾーイということで、実況だけだとね一方的に福原さんを応援するだけになりますのであちらのチームをしっかりとガヤっていただければと思います。さあまずは触っていくのは福原さん。ここはゾーイもねかなりアビリティ周り変更点ありますが、そこら辺には細かく触れずにあ、違う頑張ってほしい。違う。福ちゃんが攻めていく。さあ3段目の突きを捉えて、やっぱゲージ溜まりやすいっすね。そうですねやっぱり前移動だけでサラプソディからこれダッシュ攻撃。次していく。コンボうまさあダッシュ攻撃バレる前にやってってください。よけてマジさあ説明をしっかりとうまく。さあここはダッシュ攻撃。さあダッシュ強攻撃バレる前に倒してください。
さあバレる前に倒してまだめっちゃやってきますよ。離していく。さあこれはアルティメットラプソディですか。そうですね。アルティメットラプソディですね。あ、やべ、もう昔の動きをやっちゃう。こちらもアルティメットアビリティでどうでかいので返していきたいが、上から攻めてくれ。ダッシュ攻撃、ダッシュ攻撃。離したい。さあ市木さんこのダッシュ攻撃有利ですよ。有利。固まっちゃうね。さあ置き攻めは長いな。アルティメットラプソディ相当受け止める時間長いですね。やべ。さあやばい。さあ気づけばさあやばいな。おっとなんか怪しい連携が見えたが、あ、バレてない。まだバレてないですよ。まだバレてない。ダッシュ攻撃まだバレてない。続いて追撃は難しい。ケーステク。アーマー技めっちゃ押し付けてきますね。さあダッシュ強攻撃。そう動きがなんか硬い。反撃がね、割と確定に見えますね。まあダッシュ強攻撃なんで、もしかしたら反撃あるかもしれませんがね。さあ一応おさらいとしてダッシュ弱攻撃は攻撃した側が有利と。ただそれ以外は基本的には不利になるんですかね。そうですね。まあ場合によってはパニッシュ、確定反撃取られるものもあるはず、はいなので、さあこの上位のダッシュ強攻撃相当怪しい。上位もな有利かな。さあ投げスカっていますがトリプルアタックから3段押し返せ。そうここはアルティメットアビリティ。さあ3段さあしっかりおお避けている。さあ開発しちゃったさあここは福原さんのスペシャルプレーが飛び出しましたが、ブレイブリポイント減ってますよ。さあこれなくなるよ。さあ一木さんポイントゼロ。これはもうブレイブリーポイントがありませんので、レイジングダメージが 1.5 倍かつレイジングストライクを黙って受け止めるしかないです。トリプルアタックからさあコウモリつない痛くない？減りすぎさあ削りもあるがトリプルアタックからもしかしてゲージはありますよ。さあ何かこれは小技も当たれば終わりがダッシュ攻撃こすっていく。おーっと見てから届かない。さあサンダーで抑えてまず1セット目取っていくのは福原さん。お互い美咲なんでにミスが目立ちますね。さあミスが目立ちますね。いいコメントいただきましたが、目立つ割には相当強い技こすってますけどね。とりあえず分かんなくなったからダッシュ攻撃しとこうみたいなダッシュ攻撃がめっちゃ見えますね。しゃがみ中からああ、なるほど、避け。でもやっぱりその置き攻めでダッシュ攻撃を重ねたいポイントなので、結構その無敵技とか避けとの読み合いになってるイメージですね。まあ普通にガードされても有利だし、はい、まあ当たればコンボにいけそうだし。おっとパンチと出ている。さあ秘策捉えたがどうだ。遠距ギリギリ打っているラプソディしっかりガードして投げのエースがかっこよくなっております。まあ投げをちゃんと大きめにいけますからね、その後ダウン取れる。そうですね、さあダッシュ攻撃は捉えられなければいいと。ジャックジャックジャック投げている。さあ投げ暴れが通して、さあアルティメットから追撃が入る。火力が高い。さあ置き攻めはうまくとりあえずやっちゃおう。さあこれはやばい。これゼロっすよ。ゼロになりました。ゼロに使ってるからね。なんか BP ゼロっすよ。これめっちゃいいんじゃないか。まだ。さあだがあまりにもブレイブポイントゼロはかなりきついんじゃない。さあワイバンともになんか単発さあ削って削ってサンダー上からあ、これはあブレ反上で撃ないのか。これめっちゃ減ったな今。めっちゃ減りましたね、単発でゴリッと減りましたね。単発だけでもう強攻撃当たったんかぐらい減ってましたね今。やっぱブレイブリポイントゼロになっちゃうとね、ちょっとそうっすねやばいですね。この BP が相当影響力ありそうですが、割り込んでトリプルアタック置き攻めにはいかず、ここは Y バンのゲージを開始していく。壊しながら反撃遠距。さあ今回体力がかなり多くなったともいうのがありまして、そうですね、体力2万になってるみたいですね。そうですねはい、基本的には。そう受け止めてダッシュ攻撃。苦しい。さあ中央へ見えない。さあダッシュ中段中中段トイクうまく決めて追撃はここはラプソディで追い返していく。さあ投げ暴れ。さあ深さん投げ暴れが目立つ。かなりもう攻め切られる前にやってやろうと。うおー鈴木さんから追撃はタイミングが少し遅らせれれば追撃としてそうですね、最速で出しちゃってるからちょっと使ってる感じなんですかね成立するっていうところでしょうか。ジャンプ攻撃通って
さあ解放奥義、さあ一気にやばいぞこれ。ゲージがなくなった。この後がねブレイブリーポイント2個減ってる状態なんはいで、残り1個ですから、ゾーイのアイコンが赤色に光っております。そうジャンプしたらうまい。さあまずいか、どうだ。危ねさあこれはこれはいちいちもつれ込んでいる。いやーすごいですね。追い返したね。あでもね時間経てば経つほどこっち強くなりますからね。さあここはジャンプでまず距離を取っていく。あずるいずるいサンダー対空ずらし、うますぎる。うまいですね。読んでるよ。先のタイミングかなり合わせてきます。さあダッシュジャックからここは有利な状況ですが、あえて暴れていくですから、さあ中央追い返していく。さあダッシュジャック、追撃が投げ抜ける、投げ抜ける。さあ偶然苦しいんですか、本当ですか、本当ですか。まあでももしかしたらその投げ抜けの方法が変わったのが効いてるかもしれませんね。そうですね、投げだけじゃなくてもうワンボタンで投げ抜けできると。そうここはブレイブリーポイントなくなってしまうので、解放技は怖いが割っていく、追撃が入ってゲージもあるので、さあ第1ラウンド奪っていくのは福原さん。先にリーチをかけていきます。だけどな、似合わないな。さあ福原さん一言も喋りません。めちゃくちゃガチです。福原さん一言も喋りません。今までこスイープんなスライドから入れたいな調停を。さあこれはダッシュ中攻撃ですかね。足払いが飛んでくる、画面端割ってこれは返していく、返すが返さん方がよかった。だけで結構やばいですね。そうですね、やばいですね。これで 1.2 倍の状態になってる。格ゲー力が溢れ出ているサンダー。苦しい。さあアルティメットサンダーなので置き詰めがついてくる。なるほど。ここはパナせない。おなんか追撃しそうな雰囲気ありましたね。そうですね。ちょっとでかいやめて。さあいっぱい使ってる。いいダメージが出ている。投げで外せない。さあ削りもある。削りがあるぞ。うまい。もうそんなこと言われたって。ラフツリーがおいさあルースちょっと戻して。うわやばい。ブレーキことないぞ。いや減ってる。ちょっと使いすぎたか。さあここで最初のブレイブカウンターが良くなかったですね。フルセット。ちょっと最初からいい試合見せすぎじゃないですか。さああれですから円柱。さあここは中段はラプソディで返していく。間違え真下じゃない。ためてさあ飛びも見せながらスイープスライド。ちょっと待ってコンボいけないな。さあですが特殊でも締めとしては十分投げて、あーちょっといいよこれ。さあしっかりと攻撃ボタンを押すことによって特殊での攻め継続をなくしていけ。ちょっとスライド入る。結構減るな。あれやってるとワイバーンゲージが回復するんですよね。そうです。あ、なるほど。さあそして画面端置き攻め釣っていくが釣られない市木さん。さあコンボになっている。クラスもどっちでもいいと。プレス落として拾ってつながっている。置き攻め勝っていくられました。いや接戦じゃん。こんないい試合見せるかよ。勝負でしたね。いやーちょっとさあ 3on3 バトル、まず1試合目見事勝利したのが福原さんとなりました。おめでとうございます。めっちゃ同期してます。同期が、はい、勝利したまずは福原さんから一言、そんなのがはい、いかがですか。ギリギリでしたね。ギリギリ勝てました。まあなるべく新システムをこうはい、こすっていきたいと思ったんですけど、相当ねこすられてちょっと見栄え悪い部分あったかなと思うんですけど、まあ慣れるともっとスマートに戦えるかなと思うんで、はい、ぜひ駆使してもらえればなと思ってます。はい、そして惜しくも敗れてしまいましたが見事なプレーを見せてくださいました市木さん、いかがでしたか。まずはめっちゃ楽しかったっていうのと、めっちゃ悔しかったのでちょっと発売された暁にはまあ100本ぐらいまず100先ね。とりあえず先じゃ足りねえ。100先やりましょう。とりあえずやります。ね、対戦ありがとうございます。ありがとうございました。はい、市木さんでした。ありがとうございました。続いて第2試合で、移ろうと思うんですが、各チームメンバー決めてくださいということなんですが、もうこちらはもう決まっております。
決まってるんですか。はい決まっております決まっておりますなるほど。はい決まっております勝手に決めましたそちらのチームはどうですかね。残りメンバーがだからも強い。うねどっちでもどっちでもねまあ中尾さんと因縁がありそうな。もうバレてるんだもう出ていくのがバレておりますが、はい、我々からは私中尾が出させていただきます。頑張って。向こうは和信さんということであれ、まだ言ってないですけど。向こうはそっちは和信さんで合ってますか？合ってます。はい、和信さんということで中尾 VS 和信さんで第2試合行っていきたいと思います。では早速ですが準備してまいりましょう。私なんと今回なんか実況しながらやってほしいということなので、まあ喋りながらちょっと和信さんひねらせていただきます。よろしくお願いします。すごい。はい、じゃあちょっとここからですね、デバゴメさん、ちょっとお願いします。どこですか。はい、デバゴメさんですね。はい。私。おお、ですか。それでは 3on3 バトル第2試合、スタートです。よろしくお願いします。新キャラ対決。アニラ使いたかったな。羊たちを眺めていると新キャラ対決。そうですね、新キャラ対決。まあこの掛け合いは製品版で。これはそうですね、初出しですね。初出し、確か初出し。かっこいい。いかんな。その程度で隙を見せるほどお主は甘くなかろう。可愛い。ということでよろしくお願いします。見先ですよ。オッケーです。カズさん。カズ。なんかもう強い子供をつけてる。早速レイジングストライクからチェインのコンボ。おお。しっかり減ってますね。ちょっと待って、カズ。うまくジークフィートを扱いジャック攻撃からおさあ中央の運びダメハク見えているがここで逆転していく解説しながらやってる。さあこれね飛び道具この球強くないですか。そのね超強いですよ。ジークフリートの球も強い。攻めるよ攻めるよ。あれ反撃なし。中尾さん頑張って。はいなんだこれ。やばい。なるほど。無敵技。11です。中央に戻していきたい。ジャンプ通す通せない。さあまずいカズノコのコンボが決まっていく。いや減ってる減ってる。おおすげえすげえ投げは投げるけどない自分で言う。先上げられればいいんだ。受けないの。絶対投げてくれなかった。アドバイスのような。これねちょっと頭が今めちゃくちゃになっております中尾。さあまずはダッシュ攻撃で仕掛けていく中尾。さあこれ先に喋ることによって風間さんが動かない現象が起きつつある。でもダッシュ攻撃使ってましたよね。ダメダメよ。有利有利押し付ける。有利じゃない。うまい。抜けていく抜けていく技ダッシュ脇止められる。球が強い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 な。何それ抜けるのそれ。フェイントもあります。フェイント。仕上がってる仕上がってる仕上がってる。だいぶ仕上がってる。もうこれ無敵技でね抜けていきましょう。分かんないんでうまくない。あるよ。やめてそれ強くない。強いな。ちょっと待ってカズ我慢し中尾苦しい中尾苦しい返していくダッシュから足払いは画面端まずいちょっとアドバイスください。カズさん止めないさあまず1本目勝っていくのはカズノコ。これすごい苦しい。2人いるもんしか。ちょっとなんかアドバイスください。アドバイス。なんかずっとガードしてるようにしか見えなかったんで。飛び道具どうするんですか。飛び道具まあジャンプしてみたら。当たったさっきなんか飛び道具ダッシュ大丈夫。ジャンプしてみる。ジャンプジャンプオッケー行きましょう。行きますよ行きますよ行きますよ。それがねそれは何だ。それはなんだ。それっぽいそれっぽいそれっぽい。危なそう。なんかそう逆先が通用しないかもしれませんね。攻めていきますよ。やめてさあ中へとそれは大丈夫。コンボに行かないんですね。そうやね。追い詰めてるよ。さあ入れ込みがバレている。カズノコの中央コンボは決まらない。中尾がここから駒投げあいいのに飛んでいる。行動より先に口が動く。まずいさあ投げを決めて置き攻めよ。投げは来ない投げは来ない。
直さん出てきた割り込んでいく。ここは強気に攻めていきたいが投げを止めて飛びで逃げてやめてこれで逃げておなるほど怖いんだ。ここから無敵技切り返していく分離ずるいあのフェイント強そうです。超強そうですよ。それ出る球の攻撃判定が出るのが早い。いいよあってなって苦しいさあ中尾苦しい実況の中に本音が入ってくるのが面白い。あ直さん遠距振ってこう遠距遠距遠距振ってこいきますよ遠距振ってこう遠距振るよはい違うんだはい画面端さあここからはうまみが溜めていく2回食べたぞ。味方ますよ攻撃力がどんどん上がってる何する新しい技使ってくれ許さない攻めてこないまずい俺のマニガンズが消えていくさあここは強気にしっかりしてるジャックいいか早い。はいなるほど逆先だけで直さんゲージ使ってこうゲージゲージ使ってくれ了解アルティメットアビリティとかあるよアルティメットアビリティあるよあるよそれでかいでかっ。もう一回使っちゃう下段はいいいよゲージどんどん下がってるよ休み画面端中を捉えていくノリトラいっぱい出てくるさあ1つ3が出てくるか上から画面端おもちゃやばいまずい頑張れせめて1ラウンド取る避けて見てから決めていき勝利をつかむのはカズノコこんな悲しい実況が今まであったんでしょうかさあというわけでここも中尾さん自分で読むことになってますありがとうございます引き続き進行でバガメさんから受け取り中尾がやらせていただきますがさあまず見事勝利を取ったカズノコさはい。んいかがでしたそうですね。中野さんが投げ来るときに投げ行くって言ってたんですごい対戦しやすかったです。さぞ苦戦したことでしょうありがとうございます。さぞ苦戦したことでしょうありがとうございます引き続き惜しくも敗れてしまった中尾選手のインタビューなんですがね非常に途中からもう頭がぐちゃぐちゃになりまして、やろうと思ったことを喋っちゃいましたねそうですねびっくりしたことに駒投げって言った30フレーム5分に駒投げやってますボタンとコマンドを入力し続けながらも口が動いててなるほど不思議なこともあるもんだなと思ったんですがアニラねかなり動かしやすそうですかいや多分だいぶスタンダードな初めてですよはいキャラクターでね島田もすごい使いやすかったんで次のねベータテストとはちょっと楽しそうな楽しみですね。ワクワクが止まらない感じだと思いますが、改めて勝利したのはカズノコさんとなりましたおめでとうございますではですね、第2戦が終わったということで、最後の第3試合目と、移りたいと思います3試合目の対戦はデバガメさんスコアさんの対戦となりますそれではスタンバイの方をしていきましょう現在先鋒は、こっちのチーム勝ち時報があちら側のチーム勝ちということなので今 1-1 です現在そうですもう勝った方が勝ちです勝った方が勝ちです強い方が勝つってことですね。わかりやすいここはですね、チームも一丸となって応援していただければと思いますので試合の方へと移っていきましょうそれでは3試合目スコアバーサスデバガメ皆さん盛り上がっていきましょうさあそれでは見ていきましょう 1P 側スコアさんのランスロット 2P 側デバガメさんのさあバザラガということでさあ2時間みっちりやっていたんですが2人ともねかなり笑い声が聞こえていたので相当トレモで面白いものを見つけてきたんでしょうさあ画面端を継続しているのはスコアさんでしたが中央に戻っていくでバガメバザラガさあ上空を払ってさあ開幕から画面端へと運んでいくそうしかしさあランスロットには無敵技がアルティメットアビリティでつきましたねさあここから返していくただ早い段階でブレイブリーポイントがなくなっておりますまずいとさあまずいさあこれは傷目かなり苦しいぞマジ？さあまずいという声が漏れましたが
適当さあ何読みとですさあただリバーサルで振っていったということはなんか怪しい匂いを感じますねバズラがあ、ガンできる。グローノスから怪しい匂いがプンプンしておりますがさあダッシュ攻撃さあかなり攻略が進んでいるか読み合いが始まっているそうですね。まあダッシュ攻撃で有利状況ですからなるほど。さあ小技で固めていくことを匂わせてのダッシュ攻撃連打それからさあこのように揺さぶっておしゃれ。しゃがみ出ていけこれスローだったやってないさあ中戻ってさあですがやはり体力が高いバザラガがいや、そうなんだ。襟が出てますねアジェットもう突っ込んでいきますかカードから飛び込んでくれ裏しっかりガードもうやりたいな。さあジャンプ置いたらグラマス大き攻めをこうせてリバマスつけていく予想ボールから画面端グラマスを見て割り込んで大き攻めやってないここは呼吸を出さないさあ特有のやっていない出ましたが、まあ、新システムがねいろいろなんて大き攻めアルティメットキングから無敵がついているさあありなんですかありなんでしょう触ってここを返していくそれからさあですがもうブレイブリーポイントスカさんないんで触られると足がさあこれはどうすんのさあ固めが続いている割り込みが時間足りんか。さあまさかのさあまずは1セット目スコアさん取っていきますがまさかの発売前の対戦でタイムアップが起こるといういや、どうしたらよかったかな。さあ相当仕上がってるぞさあ見ていきましょう2セット目さあまずサボっていくのはデバーガメバザルかさあここは壁ジャンプで中へ隣さあ投げが通る大き攻めさあ打撃が通るがここは判断が少し難しいか上からいや、使うべきなのかいいのかわからん。そうですよねさあ来ましたよしゃがむの遅くなってるもしかして。あそれも早い暴言食らうとちょっとスローになる。スローになると白くなってましたね一瞬、さあ割り込んでさあアルティメットアビリティ周りバザラがかなりその大味なものが多そうですねさあ使っていいか聞いている上から攻めて割り込んでバザラガに切り返しがあるのが面白いなさあノギは飛んでいるそれじゃないさあ画面端へと追い込んで割り込んでいくさあ通過ことを再確認して間違えたこれは届かないああいう時に当たっても空中でもコンボに行けますもんねそうですね。さあそのガードを砕くという用途もありますがなるほど画面端追い込んで投げ落とすさあ変更点があるが投げが通るさあスカってしまういや、ゲージ余らしてんだよな。揺さぶりがすごい。さあその地味なね前後移動だけでも扇ゲージ相当溜まってますから、さあここでリーチをかけていくのはスコアおお噛みく噛み合わせていくからのコンボが始めトリプルアタックからさあ先は小技で潰してさあ当たっているさあ画面端大き攻めさあオンゲージを温存しながらコンボを完走しました無敵技切り返してさあこちらも無敵技切り返す確かになるほどブレイブリポイントを使うことによってまあその後の切り返しを手に入れることもできるんですねやべ、細かくしちまう。すごいっすね。さあダッシュ攻撃さあもう深い読み合いが行われているまああそこでボタンを押さなきゃいけないってことですね暴れるか何かをしてあ、そうか、有利か。あ有利なんだなるほどさあジャンプ強攻撃2段目上段となっておりますがまあ早めのねジャンプ攻撃から今度いけるということで割り込みが倒しきりはできないが立っているさあダッシュ中攻撃ですかねしっかりガードしましたがさあこれで1-1スコアさんが勝てばスコアチーム勝利
デバーマさん勝てば飛び通す。最終セットへと飛びを取る。さあ置き攻めはむずそう。かなり苛烈。使っちゃった。さあ使っていく。さあ飛び越えて隙は少ないですね。先は回り込みから捉えていき画面端。さあ今までのこの手数を利用した固めにプラスしてダッシュ攻撃が入ってくると、これ強い。回り込んで、さあ一番デバゴメさんが使ってて面白そうにしてるポイントですねアルティメットグローのせい。さあここはジャンプ攻撃を出さない選択肢、スカシゲナンと呼ばれるテクニックになります。さあ回り込みから何それ、ダッシュ攻撃が通るのか。歩いて歩いて割り込んでいける。置き攻めは暴言と一緒に画面端。さあダッシュ攻撃がかなり運びますね。ジャンプ特集、これは今度はつながる置き攻め読んでる。さあ意外と硬直少ないんですね。読んでても早めにしないと確定反撃が取りづらいということですよね。なんだって。さあ開放撃を手に入れる。時間がない。さあどうする。さあチームメイトから時間がないというアドバイスが飛んできましたが、おお見てから。さあですが時間は止まっています。倒しきりはかなわない。まだ残っている。さあどうする。うおもしかしてあるのか。ダブルアップ。めっちゃいい。なんかごめん。いや今ここで倒しきれなさそうだったからね。勝ち筋が見えていた。パチパチやってレーシングストさあライク。これでもつれ込んだ 1-1、最終セット3セット目へと移っていきたいと思いますが、改めてありますか、何か。むずいですけど、でもやっぱ上のBP がこっち3個で向こう2個だった時は多分圧かけた方がガードブレイク。さあではお互いにアドバイスをいただいたところで3セット目と移っていきましょう。さあ泣いても笑ってもこれが最後の戦いとなります。皆さん盛り上がっていきましょう。さあ開幕は再び仕掛けていくのはデバゴメさん。受け止めるがここはヒット数でのけ去ってしまう。さあ足払いから攻め手を手に入れていくのはスコアさん。さあこれブレインミニポイントが1つなくなってしまう。ここから1個なくなるだけでも相当なんかイメージが違いますよね。そうですね。そう中央でのコンボダブルアップをしっかりと割り込んでいく。さあジャンプ攻撃が総攻撃を避けながらゲージあるな。さあゲージを使いながら攻めていますが相当ゲージありますね。スカー選手のランスロットブレードインパルスから画面端。さあグローラスを読んで、ジャンプさせることができるようになったというのが上投げが通っている。ブラタから割り込んで、さあ体力残り少ない。さあムービーポイントも少ない。ここは攻めを通し再びスコさんが1本目を取りリーチをかけていきます。ゲージが余ってんだよな。固めたらインスティンクション、アルティメットインスティンクションがいいかもしれない。マジですか。やってみますか。さあゲージの使い方を手に入れていく。固めたら。さあここはジャック攻撃から押し返して、そうここうまく画面位置を入れ替えたがバザラガ的には美味しい状況。しっかりガードして、さあ硬いぞ。さあ投げで崩して、さあ場所はいいが入れ替えて無敵技アルティメットブローのせい。ここはガードをしっかりと跳ねのけてこれそうなんだよね。無敵技ね。お互いにやっぱりまだ意識しづらいところではありますが、さあアルティメットグローのせい押し返して、さあゲージがすごい溜まりますね。さあランスロットも気づけば 100% 回り込みは許さない。画面端再び背負わせていく。さあここからかなり苦しいぞ。これ使えるんだね。そうですね。さあ2人ともブレイブリーポイントは2つ。なるほど。さあここは安全飛びにはなってませんでしたね。これはどうだ。かくるか。確定している。
さあこれ倒しゼロだよ切れていくでしょブリポイントゼロだよ。う。さあゼロだとね技がなんかとんでもない火力がそうですね。出ちゃうんじゃないですか1万ぐらい出るのかな。さあこれで11。これはまずいよ。さあ本当に最終セット強攻撃当たる。さあインスティンクションでおしばら置いている。偉すぎる。うまくサザンクロスから攻めていきたいがどうだ。さあこのダッシュジャック攻撃ね。やだ。割り込んでいく。やっぱダッシュジャック攻撃とそこからの固めともう一回ダッシュジャック攻撃、このタッグがかなり強力ですね。なるほど。おおかっこいい。ゲージめっちゃたまる。さあ空中投げダウンを奪って、さあオルティメットインスティンクション。確かに。さあこれ有利状況ですか。継続していたようにも見えます。インスティンクション絶妙な前難しい。入れ込んじゃった。さあ対空コンボは製品版が出てから入れてください。これでいいか。さあコンボローセン。どこまで行くの？さあ奥攻めは読んでたけど。ほぼ隙がない。攻めてくる。しかしグローラスは飛んでいる。さあだから体力が十分にある。BP もある。さあ大砲撃を食らうと大変なことになります。それだけは避けたい。何それ何それ。グローラスさあまだ頭に入ってこなかったか。というわけで3セット目見事勝利をしたのはデバガメさんです。ありがとうございます。さあでは改めてこの両名にインタビューの方していきたいと思います。まずは見事勝利を収めたデバガメさんいかがですか。はい、だいぶねわちゃわちゃしたところ多かったと思うんですけど、やっぱその考えること多くて、そうですね。ゲージもまだ全然使えてなかったり、ブレイブリポイントもまだ余らせているような状況だったので、今日はねたまたま勝てましたけど、もっともっとやり込んで、もっと面白いゲームができたらなと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。さあでは続きまして惜しくも敗れてしまいましたが健闘してくださいましたスコアさんいかがですか。はい、まず2時間の成果はそこそこ出せたかなっていうのがあるんですけども、やっぱりダッシュ攻撃とかアルティメットだとか新しい要素結構なんか新鮮やし、そもそもその新しい要素が強いので、結構違うプレースタイルっていうか、新鮮味を持って戦えるっていうのでかなり楽しかったです。さあ以上3ゲーム目となりました。お二人ともありがとうございました。はい、それでは全ての試合が終了となりました。かなりねどの試合も白熱した内容となっておりましたが、今回の 3on3 バトル見事勝利をしたのは福原さん、デバカメさん、中尾のチームとなりました。おめでとうございます。自分でよしということで今回はね名誉だけということなんですが、かなりその皆さんのねいろいろなキャラを使って楽しく、新しいシステム可変工程を使いつつ皆さん対戦を楽しんでいただけたのかなと思います。これでですねグランブルーファンタジー VS ライジング調整内容報告会は以上となります。ゲストの皆様、福原さんからのバトル調整内容、そして、3on3 バトル2つの企画を通して、皆様かなりライジングを堪能されたかと思いますが、一人一人ちょっとインタビューさせていただいてもいいですか。じゃあまずはスコーさんからお願いします。今回のシステムの面で全体的にすごく好みで、特にダッシュ攻撃なんかかなり僕攻めたがりなんで攻める要素としてはかなり良かったなと思いますね。では続いてKazunokoさんお願いします。そうですね、やっぱ今回システム面が大幅に調整されたっていうことで、現時点で全く戦い方の正解がわからない状態なんで、ぜひ製品版出たらやり込んでいち早く正解を見つけて何かしら大会とかで成果が出せるように頑張りたいなと思いました。ありがとうございました。では続いて市木さんお願いします。僕ベータの1は触ってなかったんですけど、どのような感想かとかは結構見かけてたんで、それが今回どう変わるのかなと思ってたんですけれども、ここにいる方々がすごいもう好感触で反応しているのを見て、これは相当まずそのシステム面すごい受けが良さそうだなっていうのは、僕も触っててやっぱり楽しい部分いっぱい感じれたんで、
で、これから番組終わるんですけど、もうこんなに戦いたいみたいな気持ちがあるんでどれもしたいですもんね、上行ってどれもと対戦したいですよね。バコメさんお願いします。現役グラブル VS 勢として、前回のベータからやっぱりいろんなプレイヤーがいろんなことを言ってたんですけど、例えばね投げがねあれとかエイジングストライクがあれとかいろいろ言ってたんですけど、今日一日やってみんな払拭できんじゃないかなと。めちゃくちゃ楽しそうにやってました。いやめっちゃ楽しかったですマジで。もう本当にもう次のベータがもう待ち遠しいんで、ぜひ次もがっつりやり込もうと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ついに来月11月30日を、発売予定と迫ってきたグランブルファンタジー VS ライジングとなります。福原さん、今回の調整内容も含め前作をかなり超えそうな勢いがもう、我々は今回の発表を聞いてひしひしと感じましたが、いかがですか？いかがですか？そうですね、前のベータが、率直に言って評判が良くなかったので、なんとかせんといかんっていうところで、サイゲームスもワークシステムワークスさんも、すごい気合い入れて調整してきました。本当ギリギリのところでやってきたんですけど、その分今日どうなるかなっていうのはあったんで、でもポジティブな感じだったので、開発のチームも胸をなで下ろしてると思います。でベータ2は大体そうですね、今回お見せした仕様で活かしていただくので、そこで触っていただいて、で発売日までの期間考えるとそこから何か大きくまた変わったりとかはないかなとは思うんですけど、次はその G クリエイトと、アニラも使えますので、あとあれかグラバトも遊べますね。のでグラバトも格闘部分以外も遊んでいただいて、感想とかたくさんいただけると、チームのみんな見てますんで励みになりますんで、よろしくお願いできればなと思います。ぜひね、この動画を見て多分結構皆さんもう早くやりたいっていう、感想になってると思うんで、ぜひね、次のベータ2の方、楽しみにしていただければと思います。それでは皆様発売の方お楽しみにお待ちください。それでは皆さんさようなら。